どうも。今回もいつも通りミキシング改造とかいうのをやっていこうと思います。はい、スタート。というわけで今回作っていくのは HG ガンダムルブリスでございます。機動戦士ガンダム水星の魔女プロローグにて登場する機体なんですけども、いろいろと衝撃的な内容の前日談でしたが、本編の方も早く見てみたいですね。個人的には量産試作モデルもキット化してほしいですね。今回はこのルブリスと HGWO ダブルオーライザーをミキシングしていこうかと思います。ダブルオーライザーとは言ってますが、普通の HGWO とオーライザーくっつけてるだけっすね。久しぶりにやる主人公機同士ミキシングしちゃおうぜあれですね。困ったらとりあえずダブルを混ぜてる気がする。とはいうもののルブリスとダブルを共通規格がほとんどないため、そのまま取り付けるだけではなく、ところどころ切った貼ったの改造をしていく形でやっていこうかなと思います。つまりいつも通りっすね。へい。じゃあ早速改造していきますわ。まずは剣部ルブリスちゃんの肩ごつくていいですよね。こちら今回は WO の肩と腕をベースに改造していきたいので、ルブリスに取り付けられるようにしていきます。同じようで違うボールジョイントなんですよね。ルブリスの肩の内部フレームを取り出し、ニッパーやらなんやらで適度にカット、肩と胸部の接続部のみの状態にします。そして WO の剣部、こちらのボールジョイントもニッパーでカットしてヤスリで整えた後、切り取ったルブリスのフレームパーツを瞬間接着剤で取り付けてあげます。ガンプラは貼り付けておけばなんとかなりますよね。とりあえずこんな感じ。少し強引な気もしますが、肩と胸の接続はこんな感じにしておこうかと思います。そんなわけで剣部と胸部が接続できるようになったところで、先ほども申した通りルブリス側の余った腕やら肩やらのパーツを切り刻んで WO の剣部と腕部をディテールアップしていこうと思います。ディテールアップというよりかは機体のシルエットをルブリスと WO のハイブリッドっぽくするための改造って感じですね。この辺の調整とかアレンジがかなり難しい。最終的にはこんな感じ。だいたいカットソーで切り取ったパーツをそのまま貼り付けて少し調整しただけなんですが、割と良くなっとるんじゃないですかね。はい。続いてはバックパック。結構ごつめのバックパックしておりますよね。こちらもダブル O 要素を追加していこうと思います。使っていくのは WO ガンダムの GN ドライブユニット。バックパックから伸びてるバインダーですね。この GN ドライブユニットをルブリスのバックパックに取り付けていきます。とは言っても、切った貼ったしていくだけなんですけどね。ルブリス側のバックパックのバインダーを接着したい箇所をニッパーで切断、サクッとヤスリで表面を成形しておきます。同じような処理を WO 側のパーツにもしてあげた後、ルブリスのバックパックに瞬間接着剤を使ってくっつけていきます。この動画編集してて気づいたんですが、この辺り結構とんでもなく強引なことやってますね。改めて見ると、強度的に不安すぎるので、こういう場合は真鍮線とかで強度確保しておいた方が良いかもしれません。ていうか絶対しておいた方がいいですね。というわけで、最終的にはこんな感じ。やっぱりオーライザーつけてみると横に広がったようなシルエットになるので、見た目が派手っぽくなって良いですね。この時点では結構いい感じにマッチングしてる気がする。お次は脚部、太ももぶっといのがいいですね。脚部に関しては特にアイデアも思い浮かばなかったので、WO 側のパーツ等を、ルブリス側に流用して、軽くディテールアップして終わろうかと思います。ついでになんですが、ジャンクパーツの方でちょうどいい感じのパーツがあったので、こちらも使ってあげます。多分アバランチエクシアのやつかな。こういうパーツ貼り付けてディテールアップしていくやつ、お手軽な改造ではあるんですけど、違う世界観のガンプラ同士のミキシングとかでやってあげると結構効果的なんですよね。本当に貼り付けるだけなんですけどね。最終的にはこんな感じ。WO の太ももパーツをルブリスに接着して隙間を埋めるような感じでジャンクパーツを貼り付けてみました。割といい雰囲気になったような気もする。ちなみに後ろのバーニア部分なのですが、こちらは後ほどGN バーニアのパーツに取り替えてあげようと思います。WO っぽくしたいなら、とりあえずこれ貼り付けとけばいいと思います。このパーツ50個ぐらい欲しいですね。続いては頭部、角のないガンダムっていいですよね。こちらも脚部と同じく WO のパーツを切り刻んだものを使って
軽くディテールアップしておくんですが、それとは同時に今回はルブリスの顔部分に00の顎っぽいやつを移植してあげます。ルブリス側のフェイスパーツをヤスリやニッパーで微調整。そしてそこに00側の赤い顎パーツを貼り付けていきます。移植っつってもほんと接着するだけですね。接着後は赤パーツを削ってみたり、プライターを貼って形を整えて調整したりしていきます。ガンダムの顎ってやりすぎると馬面にしか見えなくなるので、なかなか形を作るのが難しいんですよね。最終的にはこんな感じ。ルブリスって目や頭が大きくて少し可愛いシルエットだなと思っていたんですが、顎つけるだけでも結構印象変わるもんなんですね。ここまで来て言うのもあれですけど、これ顎で合ってますよね。最後は武器。今回はルブリスにもともと付属しているガンビットライフルを基本武装として持たせてあげます。ビットを各部に装着して強化形態になるのめっちゃ好きなギミックなんですけど、分かってほしい。ただせっかく WO とミキシングするということで、WO 側の武器である GN ソード2も装備させてあげたいので、こちらをマウントするための部位として WO の腰部パーツをルブリスのバックパックに取り付けてあげようと思います。本当はこの腰アーマー WO と同じく腰に接着させたかったのですが、稼働させようとするとかなり邪魔なことになってしまうのが分かったので、今回はバックパックの方にしました。そこら辺結構大事ですね。とりあえずこんな感じ。こういう武器をマウントさせる部分作るとき、戦闘のときちゃんとここから取り出せるかなみたいなことを考えちゃいますよね。はい、というわけでルブリス。すべての改造を終えたものがこちら。WO 要素を盛り込みつつも、ルブリスの特徴的なシルエットが損なわないようにカスタマイズしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。もともとルブリスも角張ったデザインなので、オーライザーのような装備をさせてみても結構似合いますね。エアリアルの方も今後こんな感じの武装をするんですかね。というわけで改造編はここまで。ここからは塗装編の方、やっていきます。じゃあルブリス、いつも通りパーツを洗いましたら、ハッピーバースデーヤマゼンことヤマゼンの食器乾燥機で乾かします。ろうそくみたいで綺麗だと思った小学生並みの乾燥。パーツの洗浄が終わりましたら、次は本塗装の方やっていきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。最近当チャンネルのガンプラは青系や灰色で塗装することが多かったので、今回は赤主体のヒロイックな雰囲気のカラーリングにしてみました。ちなみに今回ちょっと時間がなかったので、元パーツと色が違う箇所のみサーフェイサーを拭いて、あとはサフレスでそのまま塗装しております。よっぽどカラーリング変えない限りこれでいいような気もしてきましたね。フォント層が終わりましたら、次は墨入れの方やっていきます。今回は赤色と灰色をダークブラウン、白をダークグレイ。このタミヤの墨入れ塗料を発売してからずっと使っていて、結構最近のツールなのかなとも思っていたのですが、いつの間にか出てから10年以上経ってたんですね。そりゃ年も取りますわな。というわけで墨入れの方もおしまい。この後はいつも通り艶消しクリアを吹きまして完成にしたいと思います。はい、それじゃあルブリス完成編の方へどうぞー。
というわけで、ルブリス・オーライザーでした。本当はダブルブリスみたいな名前でもよかったんですけど、やめた。めちゃくちゃシンプルにルブリスとオーライザーをミキシングしてみたのですが、いかがでしたでしょうか。機体デザイン的に 00 の機体とも合うかなと思っていたので、いい感じにマッチングしてくれてよかったなと思います。はい。というわけで今回の動画はここまで。この作品が良かったらチャンネル登録と高評価の方をしていただけると嬉しいです。終わりやでー。気が向いたら押してください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。